はい、皆さんこんにちは、ときまるです。今日はミニマリズムの16の効能というテーマで話していきたいと思います。このチャンネルではミニマリズム中心にいろんな発信をしています。ラジオ感覚でお楽しみください。ながら聞きでね、何かしながら、音楽を聴きながら、ライブを見ながら、走りながら、逆立ちしながら、ヨガしながら、はい。集中しろよって話ですけど、集中しろよって話ですけども。で、今日はこれ。古典です。古典です。はい。僕たちにもう物は必要ない。改めて、佐々木文夫さん。日本のミニマリズム界のもう古典と言ってもいいでしょう。はい。これでですね、語られている中の効能みたいなものをちょっと16個にまとめて、で、それをさらに、自分流にちょっと噛み砕いて、話していきたいと思っています。どんな効能があるのかっていうね。だいたい、そのミニマリズムとかそういうことをもう実践されている方は、それに知ってることだと思うんですけど、改めてこの本がどういうことだったかっていうね、こともね、含めて話していければと思います。で、まずその佐々木文夫さんは出版社ずっと勤めてて、で、自分がその出版社で結構ひどい生活をしていて、で、友人がかなり高収入の、上場企業に入っていて、で、その人がですね、むちゃくちゃお金を稼いでるのに、自分はなんでこんなに、出版社でひどい生活をしてるんだってところから始まりますね、物語が。で、その高収入の友人をね、見ながら、で、ちょっと妬む気持ちが生まれてきたりとか。で、それで妬みながら、でもその自分は物を捨て始めて。そしたら自分の人生が変わっていくっていう風なステップを踏んでいますね。で、やっぱり結論的にはその誰かと比べてばかりの人とか、あとは自分のことを不幸だって思ってる人はぜひその物を捨ててみることから自分が変われるってことを説いています。なので今日紹介するような16の効能が得られるので、それをちょっとモチベーションにするって言ったらちょっと変かもしれないですけど、なんかその自分の人生変えたいとか、なんかすごいストレスがあって嫌だみたいな人は一度物から離れるってことを考えてみるといいんじゃないかなと思ってます。じゃあ早速一つ目から。あらゆるメディアの広告に惑わされる時間が減る。はい。メディアの広告に惑わされる時間が減る。これは、ありますね。なんか今までその物を買ってる時期っていうのは、何かしらそのいろんなとこで見る広告とか情報によって自分がその購買意欲をかき立てられて、で、物を買うと。で、そしたらまた次のものが欲しくなる。一回買うと、その次のね、また同じそのマーケティングみたいなものが来て、で、また物を買いたくなるっていう連鎖が始まったりとかするので、そういうものがなくなる。惑わされることがなくなるっていうのがまず一つです。今本当に至るところに溢れてますからね、最近そのエレベーターの中とかでもさ、エレベーターがバンって止まった瞬間にエレベーターの中に映像が投影させるみたいな。もうすごいよね。もうよくあんな隙間なく埋めてくるなみたいな。だからもう結構大嫌いで、ああいうものが。だから、消せないかなって思ってるんですけど、で、最近嬉しいのが、この間たまたま乗ったタクシーで、よくタクシーって、乗った瞬間にその前に画面がつくじゃないですか。あれが全くないタクシーがあったんですよ。で、これ多分、その企業の方針的にやってるのかわかんないですけど、だからすべてもう取っ払っちゃってるんですよね。ディスプレイ自体がない。むちゃくちゃ快適でしたね、そのタクシーは。だからもう一回そのタクシーに乗りたいと思ったし、で、視界もいいんですよね。前の塞ぐものがないから、前の景色が見えるんですよ。そっちの方が全然暮らしやすいしね、いい世界になると思うんですけどね、もう広告だらけですから、本当に。二つ目の効能は、セレブに憧れることがなくなるっていう。こういう風に書いてますね。だからセレブリティっていうのはやっぱりでもメディアの中の人なんで、これも結局そのメディアと繋がってくることだと思いますね。メディアを見てると、つまりそのセレブリティが出てきて、何々さんの豪邸とかね、何々さんの豪邸訪問みたいなものを見たりとか、で、ああいう風になりたいなと思って、で、それでなんとなく自分もちょっと似たようなソファー買ってみたけども、自分の部屋には全然狭くて合わなくてみたいな。でね、その憧れってことはでも結構いろんなモチベーションになるし、動機づけになるから、一部は必要なことだと思うんですけどね。で、僕自身も結構いろんなものに憧れて育ってきましたし、今でも憧れてる人とか、この人かっこいいなとか、思う人はたくさんいるんで、ただやっぱりそれがだんだん少なくなってくるっていう風なイメージかもしれません。三つ目、買い物の時間が減る。これはもうわかりやすいですね。だから物を減らすと、もう次々買う必要がなくなる。てか減らすっていうことと買うってことはもう相反することなので、減らしてる最中の時に、買わないですよね、なかなかね。結局プラスマイナスゼロになっちゃうんで買うとね。だから買う時間が減る。で、やっぱりその買い物の時間って結構長くかかるんですよね。
最近オンラインで全部買えるからって言いながらも、オンラインで買うときも結構いろいろ事前に下調べしたりとかもするし、で、それで送られてきたら、今度不在票が入っていて受け取れませんでした。で、ね、運送屋さんにご連絡して、で、日にち変更して、で、また受け取れませんでした、みたいな。で、3回目受け取れませんでしたってなったら、なんかセンターみたいなところに戻って、あなたの荷物は配送できませんみたいな状態になって。まあ僕の経験なんですけど、それで。まあなかなかね、買い物っていうのはなかなか労力と時間かかるんですよね。だからそれがなくなるってことです。で、4つ目は物を選ぶ基準がはっきりとしてくるってこと。これはだから、まあ自分のものが少なくなることによって、自分は何が好きなんだろうとか、自分が求めているものは何かとか、なんかそういうものが分かってくるので、そうなってくると、じゃあ自分にとって必要なものはこれだなとか、あるいは一つのジャンルの中でも、例えばカメラとかその撮影機材を欲しいのであれば、その撮影機材の中で、じゃあ自分にフィットするものは何か、自分が使う用途に対して一番最適なものは何かみたいなものの選別がしやすくなりますね。そういう意味で物を選ぶ基準がはっきりしてくるっていうことだと思います。5つ目は家事が減るってこと。これもわかりやすいですよね。だからまあ、この間ね、前回朝食の動画上げましたけど、本当に、まあ一つのカップで私やってるんで、で、朝食作ってそこでコーヒーを作るっていうね。で、そしたらもう洗い物それだけで済むんですよ。本当にその洗い物が少なくなる。だから、なんかこれまでは結構やっぱりなんかスクランブルエッグとかをやってた時は、なんかそっちやって、で、皿に盛って、で、パンでトースター焼いて、で、置いて、ジャム乗せて、バター乗せてみたいな。まあ、そういうブレックファストもうまいんですけどね。で、今でも好きなんですよ。でもね、そうなるとこう、洗い物が増えるでしょ。で、家事増えるでしょ。なんか朝からね、なんかむちゃくちゃこう、動いてるなってか、もう家事やってんなって感じになるんですよね。そうなってる間に自分のそのやりたいこととか自分のその思考みたいなものが流れていく気がしていて、まあ、ただの気のせいって可能性もあるんですけど。だからなるべくもう本当にミニマルにしてます、家事は。で、過去にもご紹介しているように、僕は400FD っていうね、チタンカップ一つ、もうキャンプで山で使ってるカップ一つが唯一の調理器具ですね。で、それとファイヤーキングのマグっていう、もうこの二つだけで、器と食器と鍋、かつ夜間みたいなもの、ケトルみたいなもの、すべて兼ねているので、だから一番最大でも洗うものが2つしかないってことです。一番もうむちゃくちゃやってもね、むちゃくちゃ豪華な料理作っても、まあ豪華な料理全然作れないんだけど、むちゃくちゃ料理作っても洗うものが2つしかないってことです。一番最大限がそれ。なので、まあそういう意味では、むちゃくちゃ家事は減ってますね。で、掃除の動画もね、過去にふざけた感じで上げてますけど、あれは割とリアルです。はい。まあ、今日もやりましたけど、今日朝ランニングして、で、走ってきた後に、こう全部バーっと空拭きして、その後バーって水拭きして終わり。もうそれだけです、掃除は。はい。本当時間減るんですよね。なんか本当に暇になるというか余裕ができるっていうか一日に。で、6つ目は、ダラダラしてる時間が減るっていうふうに書いてます。まあね、これもわかりますよね。特にまあ自分はエクストリームなスタイル取ってるんで余計にわかりやすいんですけど、この部屋でね、ダラダラできないんですよ。何もないから逆にさ、そのソファーとかあると、こうダラーっとやったりとか、で、漫画あるとさ、漫画読み始めたりとか、で、ネットフリックス始めて、で、なんかちょっと用意して、ポップコーンとか、で、映画見るみたいな。まあもちろんその時間もあった方がいいし、最高だと思うんですけど、そういう時間が基本的になくなるので、まあこうなってくるとね、こうなってくるとダラダラできない。投資しちゃうんで、この寒すぎて、この部屋は。だからダラダラできない。結構外にいる感覚でだからいますね。緊張してる、常に。緊張してます。だからダラダラせずに、もう一切、もう朝起きたらすぐ走り行くかヨガやって、もうご飯仕込んで、で食べて、でそこからもう自分の仕事に取り掛かるって感じですね。だからこれは本当に、ミニマリズムのいい効能だなと思いますね。はい、じゃあ、7つ目。探し物の時間が減る。探し物は何ですかってね。見つけにくいものですか？山の中へって、やってみたいの思いませんかって。探してるんですよ。ずっと自分自身を。
で、人生を探してる。みんな。で、人生は探すんだけども、それもちろん見つからない。見つかりにくいものですかって。夢の中、あれもう寝ちゃうって話でしょ、だから。探し物してたけど見つからないからもう夢の中、もう寝ちゃおうよって、寝ましょうっていう歌でしょ、あれは。でもね、そのね、やっぱ時間がね、減るんですよ。で、人がね、いかに探し物をしているかってことです。一日ね、何回探してるか、ものを。もう、些細なことでも、あのペンどこだろうか、あのカッターどこだろうか、あのハサミどこだろうか、フェンシングのこうやってつく棒どこだろうか、フェンシングの棒どこだろうか、みんな探してるんですよね。だから、そうなった時にそれを探す時間が1日に3分だとしても、それが10日で30分になるわけですよね。100日あったら300分になるわけですよね。もう何時間だって話。だからむちゃくちゃ探してると。まあでもそれが、まあ人生なのかもしれないですけどね。ただそういうものが減っていくので、まあ時間ができてくるってことです。はい。で、8個目は時間が豊かになって、自分について改めて考えるようになるっていうふうなことも書いてます。だから自分について考えるようになる。そういうふうにこう、探し物なくなって時間ができてくると、やっぱ時間ができると人間って暇になるとね、自分のこと考えちゃうんですよね。で、それがやっぱりその不安とかの原因になるっていうのも一理あります。やっぱり時間がないからこそ不安になる。で、ほら、仕事ずっと しまくってる時とか、手をずっと動かしてる時って、もう考える時間がないから、もうずっとその身体的にですね、なんかうまく時間をやり過ごせるんですよね。だから暇と退屈が一番その人間にとっては辛いっていうことはあって、でもそうでもしないと、やっぱ自分自身について考えるっていう時間がなかなかないのが現状なんですよね。だからやっぱり改めてその1年に1回とかその年末年始だけでやるんじゃなくて、まあ例えば1ヶ月に1回とか3ヶ月に1回でも自分自身のことについて考えて、で、これからどうやって生きていくのかとか、これまでを振り返って、じゃあどういう風にしていけばもっと人生が幸せになるのか、向上していくのか、生活が良くなっていくのかってことを考える時間を持つっていうのは結構大事だと思いますね。だからむしろどうしてもその手っ取り早いっていうかね、ストレスや不安をなくすために、もう動く、働くって方向に行きがちなんですけど、それをぐっとこらえて一回自分自身を見つめてみると。そしたらもうこれ全然ダメじゃないかっていうことが出てくるかもしれないし、で、僕自身は結構そういうことを毎回繰り返してます。自分でもう自問自答して、こっちの方がいいんじゃないかとか、これは自分のスタイルに合ってないんじゃないかとか、そういうことをずっともうごちゃごちゃ考えて、で、考えて煮詰まったら、動けばいいんですよ。それはもう自分で自発的に動いていく。山に入るとか、ランニングするとか、ヨガをやるってことですね。自分について考える時間が増えていきます。はい。で、9つ目。これ面白いんですけど、今すぐ幸せを味わうことができる。こう書いてます。で、これもね、過去に、前回かな、前々回ぐらいに、エピクロスについて、古代のね、哲学者について、話をしてるんですけども、やっぱり、物がないっていうことは、もう今すぐこの瞬間が幸せなんだってことを味わうことができると。これは本当にささやかな食事とかについてもそうだし、なんか本当に何もなくて読む本が一冊しかなくて、で、その一冊の本をじっくり味わうと。なんか本当にこう、それだけを楽しむことができることになるんで、それは一つの作品とか、一つの物事にじっくり向き合うことにつながっていくと思います。で、そういうふうにじっくり何かに向かっていくと、その瞬間はそこに集中しているので、それが一番幸せだっていうふうにね、感じることができるようになってきますね。どうしてもその時間軸があるので、この将来、あと1年後、2年後、10年後に自分はこういう幸せになっていたいなっていうふうに思って、今を頑張るとか、今を我慢するみたいなことってあると思うんですけど、で、ミニマリズムは、どちらかというとそういう先々の未来よりもやっぱりその今この場所とか今この時間にフォーカスするような哲学でもあるので、やっぱり今をちゃんと生きるっていうことですね。そっちにこう、ものがないとですね、向きやすいっていうことだと思いますね。10個目です。誇りにまみれた自己像を浄化し、自分を好きになることができる。これちょっとどういうことだろうな。これ結構難しいですよね。誇りにまみれた自己像を浄化し、自分を好きになる。自己肯定感を高めるっていうふうに言い換えてもいいかもしれないですね、これはね。だからやっぱりこう、なんかできない自分とか、なんかこう、ダメな自分みたいなものって、もうそれはもう、どの人でも必ずあると思うんですけど、それをちゃんと受け入れていく。
で、それを見つめていく。でもそれはやっぱり、それができるっていうのは、やっぱり物を減らして、自分自身と向き合うことができるからこそ、できると思うんですよね。だから今まで話したその時間とか、時間ができるってことに、繋がってくることかもしれないですね。それによって自分を見つめ直して、で、自分の自己肯定感。これは全然ダメだけど、でもここやってるじゃないかと。ね、むちゃくちゃね、高級な、ね、コーヒーは飲めてないけど、ネスカフェ飲めてるじゃないかと。一日一杯ネスカフェ飲めてるじゃないか。今日も楽しく生きれてるじゃないかって。そういうものをね、見つけられるっていうことだと思いますね。はい、12個目です。瞑想、座禅、ヨガを通じて、自分の内側から自然や宇宙と通じ合うことができる。これもなかなか、レベルが高いものですよね。結局やっぱり、座禅、つまり禅的な思想とかヨガ的な思想っていうのが物を持たないっていうこと、そのものでもあるので、だからやっぱり手放すってことはどうしてもそっちに接続されるってことでしょうね、これはね。で、内側から自然や宇宙を感じることができるっていうのは、結構スピリチュアルな話に捉えがちなんですけど、私自身は、ヨガやってて、その感覚はなんとなくわかりますね。それは共通感覚っていうところもあって、直接宇宙とつながるんではなくて、例えば、普通にヨガスタジオでみんなと練習をする。大勢と練習をする。で、先生がいて、先生の掛け声によってちゃんと練習していくと、その場にいる人たちっていうのが、全然言葉は交わしたりしないんですけども、同じヨガをやってると、共有感覚っていうか、共通感覚みたいなものが生まれてくるんですよね。で、その感覚っていうのは、スタジオの中かもしれないですけど、それをどんどん周りに広げていくと、それが自然になって、で、地球になるんですよね。で、さらに地球から広げてみると宇宙になっていくっていう。だから自分はこの星の一員だとか、この宇宙の本当にささやかな生物の一つの生命体だみたいなものを感じることができる瞬間っていうのが、なくはないって感じです。はい。これちょっとあまり喋りすぎると、ちょっとおかしな方向行っちゃうんで、これくらいにしとくんですけど。で、ヨガやってる人とかね、瞑想やってる人たちのね、友達とかとは僕割とそういう話をよくしたりするんですけど、やっぱ共通感覚、共有感覚みたいなものが自然とか宇宙とかと通じ合うような、ことにね、最終的にはなるのかなと思ってますね。はい。13個目。ストレスのための消費がなくなる。はい。これが書かれています。やっぱりストレスで消費をするってことは結構あると思うんですよね。それは単純にお酒を飲むとか、焼け食いするとかっていうこと以外にも、ショッピング、ね、買い物でストレスを解消するっていうこともあります。で、それは多分人間がそれに一回慣れてしまうと、それを心地いいっていう風に感じてしまう。で、アドレナリンが出て、それを記憶してしまうんですよね。だから例えば、むちゃくちゃストレス溜まってて、ブランド物のバッグを買うとか、例えばね。で、それが癖になってしまうと、もうストレスを解消するために、そのブランドのお店に入っていくみたいな感じで、そんなにお金もないのに買い続けるみたいなことが起きて、結構悪循環が生まれたりもしますね。だからストレスの解消っていうのはやっぱりあれなんですよね。なかなか難しくて、で、その悪習慣に結びついてくるので、だからなるべく物を少なくしておくことによって、そもそも物を少なくしておいて、で、買わないっていうね、ことを基本としておけば、ストレスが出たからといってそっちに行かないですよね。ちゃんと出てきたストレスっていうのは、物とか買い物ではなくて、じゃあ今度また別のことで解消していくっていう。それが今度食べるとかお酒を飲むってことになるとあんま良くないんですけど、例えばそれを走ることとか、ヨガをやることとか、スポーツをやることとか、友達とボーリングに行くこととか、そういうところにつなげられると、そっちでうまく解消できるようなサイクルができてくるので、物に頼らない。物をストレス解消の手段としないっていうことが大事なのかなと思いましたね。はい。15個目は、食欲は健全になるって書かれてます。はい。で、食欲。やっぱこれも、物を減らすことによって健全になるってなかなか面白いですよね。一見、物を減らすことと自分の食欲っていうのは、かなり切り離されてることだと思うんですよね。で、僕自身も、こんな何もない部屋で暮らしていて、実際お腹は空きますし、で、お腹がいっぱいになることもあるし。でも確かに、それは、おそらくダラダラすることとちょっと繋がってくるのかなとは、ここで考えたんですけど、
そのソファーがあってテレビ見てみたいな感じで、ポップコーン来て、コーラ飲みながら、で、ずっとこう映画見るみたいな。で、ウーバーイーツでピッツァ頼んで、寿司も頼んでみたいな。ちょっとなんか食いたくなってきたけど、今。ちょっと、デリバリーのピッツァとか寿司とか、ちょっと食いたくなってきたんだけども、だからそういうことだと思うんですよ。そう、だらだらする時間があると結構いろいろその食欲も、なんていうかな、自分でこのコントロールがなかなか効きにくくなるっていうことですかね。なので物がないと、食欲が健全になっていく。自分の食欲っていうのが健全かどうかっていうのを、あまり考える人っていないと思うんですけど、でもやっぱり、なんか暴飲暴食して結構苦しいな、みたいな時はありますよね。自分でも結構あるし、今日ちょっと食べ過ぎたな、みたいな。なんか中華屋とかでね、行って、なんか2、3品頼んで、さらに餃子まで行ってみたいな。で、その餃子ちょっといらなかったなとかね。なんかそういうこと考えたりとか、するんですけども。でも基本的に家で食べるときをなんかもう割と固定化されてるんで、なんかこれ以上食べようみたいなことが確かにない気がしますね。はい。で、食べる量ももうカップとかそういうものが全部自分のサイズに最適化されてるんで、なんかね、それ以上食べるってことがないんですよ。2回リターンするみたいなことはないんですよね。2回食べるみたいなことが。だからそういう意味で、かなり食欲は制限されてコントロールされることに結果的になってるなと思いますね。はい。で、そして最後、16個目に書いてるのが、他者の視線が気にならなくなる。はい、これです。で、これもなんか今までの話の中のものが多分複合的に重なり合って、それが最終的にそうなるってことだと思うんですけど、例えば自分自身の自己肯定感を高めるとかもそうだし、あとは一番最初の方にあったセレブリティに対する欲望とか、セレブリティみたいになりたいみたいなことがなくなるっていうこと。それによって、だから自分は自分であるっていうこと。で、つまり、他の人はどうでもいい。他の人は気にしないってこと。だから他の人がどう言われようと、どう自分を見てようと、それは全く自分とは切り離されたところであって、それはそんなに自分の生活には何の影響も及ぼさないんだっていうね。そういうことを知ることになると思いますね。僕の周りにガチガチのエクストリームミニマリストみたいな人はいないですけど、でもやっぱり、なんとなくですね、自分自身の芯を持って他人の視線が気にならずに生きてる人っていうのは、結構持ち物とか、なんか服装とかもそうですけど、パターン化されていたりとか、なんか結構シンプルで少ないもので暮らしている。あるいはそういう風なライフスタイルをやっている人が多い気がしますね。だからこれが、だから他人の視線が気にならなくなるっていうのが、物を減らすことによって出ている、直接的な効果かどうかは、ちょっとわからないところはあるんですけど、でもやっぱり少ないもので暮らすっていうことは、自分自身のスタイルっていうものを持たないと、物をね、完全に減らすことはできないので、そうなってくると他人の視線を気にしていては、やっぱできない部分がどうしても出てくるんですよね。だから多分そういう意味での、他人の視線が気にならなくなるっていうことだと思いますね。その16個の効能がありながら、社会の中でね、社会から隔離するとか、離脱するみたいなことはできないので、社会の中でちゃんと暮らしながらも、煩わしいことに影響されないような生き方ができますよ。で、それはやっぱり自分にとって本当の幸せを発見するような過程でもあるし、試みでもあるし、で、広い意味でもね、さっき話したような禅とか、そういうカルチャーとか哲学みたいなものに繋がっていきますよって話。そういうことがざっくり書かれていますね。他にもね、実際に佐々木さんが持ってる持ち物とか、どういう部屋で暮らしているかとか、昔住んでた部屋はこれで、今はこんな感じになってますよとかね。そういうものが書かれているので、今回のミニマリズムの16の効能っていうのは、その中から一部分を切り出したものだと思ってください。はい。で、この本が発売されたのが2015年なんですよね。だからもう10年ってことか。今2025年なので、10年前ですね。なんかそこからかなりいろいろ大きく世界は変わってると思うんですけど、間違いなく日本のね、ミニマリズムブームを作り出した人でもあるし、で、今はまた新たなね、生活をしていて、その次の本とかも、習慣でできているみたいな本もあるのでね、そちらもぜひ、読んでない方は読んでみてはいかがでしょうか。過去にもね、このチャンネルでは、海外のミニマリストたちの書籍とか紹介してますけど、日本で、どういうふうな実践が行われていたかみたいな、で、そういうものの古典的なものっていうのを知るっていうのは、今現代の自分自身のとか、僕たちの実践にも役立つことだと思うので、ぜひ、
読んでない方はチェックしてみてください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次回の放送で。チャオチャオ。